こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今日のね、一生に一度は行きたい旅行先として、奄美大島の旅をお届けしたいと思います。奄美大島の旅はね、以前にも動画で出させていただいたんですけども、今回はですね、なんと冬に奄美大島に行って本当に楽しめるのかというところを体験してまいりました。結論から言うと、冬の奄美大島も最高でした。こんなにお得に行ける最高な旅はないんじゃないでしょうか。今回は公式の JAL トラベルレポーターとして JAL さんを使って奄美大島の旅を楽しんできました。長編動画になります。ぜひ最後までテレビなどの大画面でご覧ください。冬のね、海の中の透明度やばかったな。それではどうぞ。はい、こんにちは、森です。旅は自己投資ということでですね、今私はですね、伊丹空港にやってきております。もうちょっと眼鏡曇るんですけどね、今日は新年一発目のフライトということでね、新年といってももう1月31なんですけども、車の旅とかね、新幹線の旅が続いておりまして、実は初フライトになります。で、今日はですね、新年一発目のフライトは冬の奄美大島。奄美大島といえば普通は夏楽しむと思うんですけど、冬楽しめないのかということをね、ちょっと検証しに行きたいと思います。絶対に冬も奄美大島の魅力あるんじゃないかということを今日はとことん突き詰めたいと思います。では行ってきます。それではね、空港の中に入っていきたいと思います。今日はですね、 JAL さんを使って奄美大島まで行きたいと思います。今日はね、荷物を一つ預けるんですが、今こうやって自分でやるようになってます。はい、これでつけていきますね。これシール剥がさなくていいんですね。もうなんかこのままつきます。貼り合わせるだけでつくようになってる。すごい進化してますね。この QR コードあ、こっちか。あ、どっちにかざしてんねん。で、ベルトの上に荷物を一つずつ置くと。すごい、タグを読み取す。危険物ね。ドライアースとか入れてないですか。普通入れんだろ。非接触でこう濡れずに操作できる。これもすごいですね。コロナ時代。無事に行きました。これ自分もね、入っていくみたいなことしたら、それで無事にね、できました。奄美大島にね、行く手段はいろいろありますけども、やっぱ JAL さんで行くとなるとちょっと安心ですよね。ここはね、JAL グローバルクラブの専用保安検査場とかになってますね。あちら側は出発口ですね。すみません、受付がここでしたね。だからさっき僕は下でチェックインしましたけども、ここでもチェックインができるということですね。グローバルクラブについては僕の動画でまた見てください。それではね、今から保安検査を通りたいと思います。その後ラウンジ使いたいですね。はい、それでは保安検査場が出たので、今からラウンジに向かいたいと思います。桜ラウンジに行きます。僕は6年前ぐらいですかね、会社の調子が良かった時に海外出張によく行ったので、修行などせずに JAL グローバルクラブになったんですけども、いや本当なっててよかったなと思いますね。好きな時にラウンジ使えるのは本当にありがたいなと思います。ビールが飲めますけど、着いたらね、運転の今はハッピーターンが置いてあるんですね。以前はカキピーが置いてありました。僕の大好物です。いやー、こうやって飛行機を眺めながらね、ゆっくりと過ごすことができるのが最高ですよね。うっかり飛行機に乗り過ごさないように気をつけなければいけません。 Wi-Fi も快適です。さあ、いよいよ登場になります。この瞬間はね、何度経験してもワクワクしますね。 JAL さんのね、黒と赤を基調にしたデザイン結構好きです。 USB を入れます。時間の必要になるからと荷物をね、横に置いてくれました。ありがたいですね。 LCC では絶対にないサービスですね。 Welcome on board。 安全について説明しますので、必ずご覧ください。さあ、伊丹空港出発いたしました。ワクワクですね。うわー、明石海峡大橋もめちゃくちゃ綺麗に見えております。最高じゃないですか。おっと、これはなんだ。すごいすごい、飛行機の影が出て、その周りに虹が、これブロッケン現象っていう現象ですね。ブロッケン現象っていうのはね、自分の背後にちょうどこう太陽の光が差し込んで、自分の影がね、この虹の輪とともに出てくるような現象のことを言うんですね。
さあ不思議な現象にね見とれてたらドリンクのサービスがやってまいりました。何度でもねこういうドリンクを飲めるのは本当にありがたいですね。僕はよくスープを飲むんですけども、このスープが落ち着くんですよね。ホッとする。まだね冬の終わりなんで、こうやって雪がかかってる山もあってすごく綺麗ですね。機内でもね Wi-Fi が使えます。そしてですね JAL さんの Wi-Fi は結構ね早いんですよね。アプリからね簡単に Wi-Fi につなぐことができて、しかもね結構早いんですよね。 YouTube の動画上げたりとかはきついですけど、普通に仕事はできます。そうこうしているうちにあっという間に奄美大島がね見えてきましたね。うわ、海のブルーが美しいですね。冬でも結構夏気分を味わえそうです。兵庫ではね今日雪が降ってたので、この景色信じられないですね。もうそれだけでもテンションが上がります。マジか。こんなにねサクッとこんな南国の気分を味わえるんだったらもう本当に最高ですよね。うわ楽しみになってきました。足元の段差お気をつけください。ありがとうございました。いってらっしゃいませ。さあ芋折れ奄美へですよ。今回はどれだけの種類のね焼酎を飲むことができるんでしょうか。楽しみですね。命むき出し奄美大島。やってまいりました。奄美大島でございます。さあレンタカー借りに行きましょう。レンタカー送迎車乗り場。はい、奄美大島やってまいりました。外の気温はねなんかちょうどいいぐらいですよ。なんか冬って言ってもね半袖慣れそうなぐらいのいい気候です。いやそれにしてもね JAL さんで奄美来ましたけども、もうね乗ってる間もいろいろこう飲み物何回もね声かけていただいたりとか、荷物横に置いていただいたりとか、やっぱり手厚いサービスだなと思いましたね。日本が誇る素晴らしい航空会社だなと思いました。奄美レンタカーというところ借りてるんでね、多分迎えに来てくれてるんかな。電話しないといけないかもしれないですね。前はそうですねクロウサギレンタカー借りましたね。やばい、写真撮ってたらもう送迎が来てたみたい。急げ。空港からねレンタカー会社まで無料送迎してもらいます。はい、出発できますので。はい、ありがとうございます。これで行きます。はい、今ですねレンタカー借りまして冬の奄美大島堪能したいと思います。めっちゃ暑いっす正直ね。もう飛行機乗る前はマイナスじゃないかなみたいなで、家出る時も雪ちょっと降ってたんですけど、もう正直今の時間半袖になれますね。めちゃくちゃ暑い。まだちょっと T シャツ着てなくてちょっと腕まくりしてますけども、いやテンション上がりますよやっぱり気温がね高いと。もうこの気温だけでももう冬に奄美大島に来るの全然ありやんってはっきり言って思いました。で今からねちょっとランチ行きたいと思いまして、前回その夏に奄美大島行った時に行こうと思いながら行けなかった馬車山村のランチに行きたいと思います。さあそれではね早速お昼ご飯を食べに行きましょう。やっぱり奄美料理で行きたいですよね。やってまいりました馬車山。僕はここね YouTuber やる前に一応泊まりに来たことがあります。はい、海の見えるレストランということで馬車山村にやってまいりました。いい天気。奄美食材レストランアマネシア馬車山村。神の宿る木ガジュマルもあります。なんだか懐かしさもあり洗練された店内ですね。島らしさがね存分にあっていい感じです。めちゃくちゃいい感じじゃないですか。おお、これはもう優勝です。うまそうですね。奄美に着いたらまずはこれみたいな感じであるんで、これちょっと飲みたいですね。どれか京阪はなんかどっかで食べれそうですけどね。でも伝統の味って書いてます。いやー外の席にねしてもらいました。あったかいんで最高っすね。もうこれ空港着いてまだ30分も経ってないですよ。その状態でもこれですよ。最高です。純味噌。はい、方言でお魚のことを言うって言うんですけど、素揚げしたお魚と粒味噌をあえたものになります。
そのまま食べてくださいね。はい。じゃあちょっとパパイヤのね漬物いただきましょう。失礼いたします。京阪刺身定食でございます。これが刺身で、これは京阪の具ですね。そしてこちらお塩です。そして豚骨です。そしてご飯です。さあ早速ね京阪の方を入れていきますよ。まずはご飯をこうやってね入れまして、結構多めに入れましたかね。で具材をこう取っていきます。鶏肉ですね、ささみ、卵とかねいろいろ取っていきます。で海苔も入れまして、で最後に激うまのだしをかけていきます。これはやばい。うわーもうこれ絶対うまいやつですね。ああ最高。それではいただきます。ああ優しい味。この鶏ガラスープがめちゃくちゃ優しいですね。しみるな。なんか特に優しい気がする、今まで食べた京阪の中でも。それじゃあ刺身の方をちょっといただきますね。いただきます。歯応えがあって甘みもすごいですね。甘みだけにね、醤油の甘みもすごいし、魚の脂と甘みもすごい。うまい。これが豚骨、すごいな。じゃあ豚骨いただきます。溶けるとかまではいかないですけど、しっかり歯ごたえもあってうまみが凝縮されてめちゃくちゃ食べ応えあります。なんかラーメンが食べたくなるようなそんな味です。いやうまい。こんなうまいもんね、いきなり空港到着して30分後には楽しめるってね、最高っすよ。関西のね伊丹空港から1時間半かけてきて、たった30分でこれだけ、2時間ぐらいですよね。まあ家出た時間も合わせると3時間ぐらいかかってますけど、いや雪降ってましたからね今日朝、うちの近所は。それはこの着いたらもう半袖になれるぐらいの暖かい、これは最高ですね。冬ならではの喜びですね。ただですね、こんな外で食べてる人は僕しかいません。みんな中で食べてます。だからもうアホちゃうかみたいな目で見られてそうです、でも最高じゃないですかね。いやーこの波の音が最高ですね。めちゃくちゃ癒されます。あえてね BGM を入れてないんですよ。気がつきました？ごちそうさまでした。うまかった。謎の鳥がいます。奄美大島だからいろんな生き物がいそうですね。それではね馬車山村の近くにねおしゃれなカフェがありましたので、そちら行ってみたいと思います。はい、また絶景のスポットにやってまいりました。奄美巨羅海工房というねスイーツですかね、スイーツを食べにやってきました。京阪食べてねお腹いっぱいなんですけど、ちょっと味変したいみたいな、味変お口直し、スイーツは食べたいということです。先ほどのね馬車山村とは違ってなんかリゾートを感じさせるような素敵なデザインになってますね。おいおいおい最高かよこの景色。ここもねなんかランチでピザとかパスタとかがあるみたいなんですけど、僕はお腹いっぱいなんでフレンチトーストか、高級フレンチトーストがね魅力的ですけど、アイス系がちょっと食べたいんでね。これいいですね、純黒糖ソフトクリームとかその辺にしましょうかね。サトウキビジュースもいいな。サトウキビジュースとちょっとこのソフトクリームいこうかな。パフェとサトウキビジュース。
完全にインスタグラム向けじゃないですか。おしゃれ。それではね、ちょっと前からいただきましょう。普通のソフトクリームにちょっとなんか黒糖の香り、ほんのり黒糖、奥がコーヒーゼリー、塩黒糖ゼリーですね。コーヒーゼリーが塩黒糖ですね。うまっ。うわぁ、奄美に来たって感じするな。こんな都会的なおしゃれな空間、これですね。いやー、これ楽しみの一つですね。冬のね、楽しみの一つ。まさに至福のひとときですね。癒ししかないな。最高ですね。バナナとか乗ってますね。おーす。砂糖を持ってる黒糖、ただいま純黒糖天然酒を製造中です。すごい。おお、すごい。いい匂いですね。こういうね、裏側が見えるのはいいですよね。それではね、今日宿泊予定のホテルに向かいまして、いろいろとね紹介していただきたいと思います。ホテルサンデイズ奄美にやってまいりました。タッチパネルでねチェックインができます。最新ですね。それでは1002号室入っていきます。はい、それではお部屋の方を取っていきたいと思います。おお、これデラックスルームになるんですけども、いやー、奄美大島にいるとは思えないぐらいね、いやー、落ち着いたデザインです。そしてちょっとこうブルーがね奄美を感じさせるような感じになっております。こちら側がねクローゼット代わりになっておりまして、ハンガーがね全部で6つあります。そしてその下に消臭剤とかね、もうホテルには必須のものがしっかりとご用意されておりますね。そして大型のテレビ、そしてこれ財宝ですよ。財宝がありますよ。はい、こうやってコーヒーなんかもあります。コーヒー抹茶入り緑茶ですね。コーヒーかと思ったら抹茶でした。すいません。でその下にはコーヒー引いたらメニューがありますね。ルームサービス、これメニューかな。鏡でした。鏡がありまして、その下にこうインフォメーションがあるような感じですね。その下におしゃれな冷蔵庫があります。ちゃんとこうスイッチを入れて電源をオンにするタイプですね。そしてこうテーブルがあって、ソファーがあって、ベッドがこうあるような感じです。もうデザインが美しいですね。色使いが優しい、ブルーとグリーンをこううまく使ったようなデザインワークになっておりまして、奄美らしさを感じさせますね。なんといってもこの窓際、この景色ですよ。はい、そしてこちらが洗面台の方になりますね。はい、このようなね大きな鏡になっておりまして、洗面台も綺麗ですね。そしてよく見るソープと、はい、アメニティもしっかり用意されてます。財宝温泉気分ということで入浴剤もありますね。はい、そしてドライヤーもあります。そしてこちら開けると、ちゃんとね大浴場があるにもかかわらず、こんな大きな浴槽まで用意されてる。バスタブですね、用意されてるの素晴らしい。そしてシャワーもね本当に洗練されております。アメニティがコーラ製のものになりますね。タオルもあります。そしてトイレが、おお、デザイン美しい。来ました。こんにちは。眺めがいい。はい、こちら無料でね宿泊者が利用できるということで、しかもですね、女性の方はこうコードを打って専用のねランドリーがあるので安心ですよね。全部乾燥機付きです。大浴場になりますね。素晴らしい景色。
土台サウナがあります。いいっすね。だからおお、すごい。こちらはジュニアスイートルームになりますね。素晴らしい。いいですね。2022年12月25日にね開業しただけあって新しい。僕の誕生日と一緒ですね。奄美大島にいるイメージじゃないですね。これはいいですね。流バスですね。これはホテルステイでも快適そうですね。奄美でねこんな過ごし方ができるなんてまさかです。それではね次はサンデイズスイートルームというところを見せていただきます。こちらも素晴らしいですね。ああ、すごい。これは広いな。これがスイート。ここがスイートですね。これがスイート。すごいですね。奄美大島ですよ。東京だと言われてもわからないぐらいですね。いやー逆にねこんな部屋に泊まったらなんかちょっと観光行くのがもったいないって気分になりそうですね。まあでもホテル派の人にはめちゃくちゃいいと思いますね。ローシーズンだったらねリーズナブルに泊まれそうですね。それではね明日朝食をいただくレストランも見せていただきます。アイカナというレストランになりますね。ブルーが綺麗に使われてておしゃれなデザインですね。おしゃれですね。デザイン性高くてこだわりを感じますよ。こんな自動販売機もねありますね。電子レンジもあります。氷もあります。お酒も売ってます。それではね夕日の時間になりました。やっぱり島に来たらね夕日を見に行きたいところですよね。さあ夕日を見に来ましたよ。もうすでにねこの時間でいい感じですね。癒されます。いい感じですね。やっぱ海はいいっすね。ドローン撮ってもらってます。ドローンどこ行った？あっちだ。いやー空の上からねこう海を見下ろすとめちゃくちゃ綺麗ですね。運がよく最高の天気に恵まれました。夕日もめちゃくちゃ綺麗に空から見ることができます。打ち寄せられるね波とか光の反射とかね、これを眺めてるだけでもめちゃくちゃ癒しになりますね。いやー美しいですね本当に。いやー心が洗われますね。雪続きの毎日を送ってたのにたった1時間半、伊丹から奄美大島まで JAL を使ってね行くだけでこんな日常を味わえるんですよ。だから旅って最高ですね。旅は自己投資ですね。夕日がねちょうど沈んでいく姿を捉えることができました。こうやってね太陽が丸く見えるのもかなりいろんな条件が整ってないとね見れないんで貴重な映像が撮れたと思います。さあもう沈んでいきますね。ありがとうございました。はい、ホテルからですね歩いてだいたい6分とか7分とかなんですけど、北橋というね居酒屋に行きたいと思います。これは前回行った時に行きたくて行けなかったところなんですよね。なのでちょっと楽しみです。奄美の郷土料理をね楽しめる。ホテルからね結構飲み屋街が遠そうに見えて実は近いっていうね。なのでサンデイズ奄美さんもう拠点に
飲み歩きも全然ありだなと思います。で今日ね本当はね5軒ぐらい飲みに歩きたいんですけど、ちょっとね明日朝6時出発みたいなで、今日もね朝6時出発みたいな感じで、もうだいぶ眠いんでね、今日は1軒でまあちょっとノリによって変わるかもしれないですけど、ちょっと1軒で今日はね終わらせたいなと思います。それぐらい満足度高いお店だと信じてますんで。あとね昼間は結構あったかかったんですけど、寒いっすね夜は。まあ寒いといっても全然本州とは違いますけどね。で結構ね本州と比べても寒いとはいえ温度は15度あるんで、暑いところから急にやっぱ温度が下がると寒く感じるんですね。まあちょっと長袖羽織ってキーリュック羽織っとけば全然あったかいんで、さあ行きますか。さあやってまいりました、八木川です。俺たちの八木川にやってまいりました。初めて来た時はね、まさか奄美大島にこんな飲み屋街があるなんてね信じられなかったんですけど、人間とはね慣れるもんですね。もう一度来てしまえば当たり前のように。そしてこの駐車場のバー型の駐車スペース、もはや奄美に来たっていうことを思い出させてくれる風物詩すらなっておりますね。あ、もうここら辺まで来ると僕も北八の場所分かるな。地図は覚えられないけど、この飲み屋街の飲み屋の場所を覚えるっていうね、そういう性質なのかもしれません。でもね誰かにこう飲みに連れて行ってもらってベロベロに酔っ払った状態でいい店とかにね連れて行かれたら全く覚えてないですよね。ここでした。全然覚えてなかったです。通り過ぎてました。ここですね、北八。北八やってまいりました。こんな感じやん。あ、じゃあお任せで。お任せの。お腹空いてます。お腹空いてます。3倍付きね。はい、3倍付きで。最初何がよろしい？最初はビール。生ね。はい。はい、わかりました。今日飲みたいなと思ったこれですね。マンコイ、そして竜宮ですね。はい、あと情報とかも気になりますね。野菜が来ました。トビンヤ、マラッチョ、パパイヤ、キハダマグロとマダイ。はい、このお味噌もつまみで作ったなり味噌っていうお味噌が入ってます。トビール。これだな。さすが人気店だけあってレベルが高い。パパイヤ。定期的に食べたくなるパパイヤ。トビンニャ、初めて食べるかも。爪楊枝を使って中身を取り出します。うまそう。適度な歯ごたえと甘みがあってうまい。ビールが進むぞ。わあ、うまい。酢味噌で食べる刺身をね酢味噌で食べるってところが面白いですよね。うまい。どうなんかなって思ってたけどめっちゃ合います。これはぜひ食べに来てほしい。酢味噌いけるな。酢味噌で食べる刺身もビールが進む。冬瓜のお吸い物が来ました。これもすごいですね。奄美はよく冬瓜が使われますね。冬瓜。しみるなぁ。これ締めとかで飲んでもうまいな。割烹料理みたいに凝った感じの味なんですけど、でもなんか家庭料理っぽさも感じるというかね、ホッとする味でもあるんですよ。不思議な感覚っすね。これはこれでちょっと他の店では体験したことない。島豆腐の厚揚げです。マンコイです。あ
マンコイっていうのはね、なんかその招き入れるみたいなね、言葉らしいんですけど、いやまさにね、泥酔の世界へ招き入れられてる感じですね。島豆腐の厚揚げいただきます。味付けがねしっかりしてて、それでいて家庭的で、僕はね先週まで富山の旅してたんですよ。富山から帰ってきてこの奄美に来てるんですけど、富山はねやっぱり日本酒文化なんですけど、奄美は焼酎文化ということで全然違うな、アプローチが。アルコール度数をめっちゃ感じる。いや竜宮と思いました。ちょっとすっきりですね。さっきのマンゴーに比べるとすごいすっきりで、でも泥酔の竜宮城に引き込まれるような感じです。明日起きれるんかな。塩豚を食べながら年を越しといて、おめでたい時とか、そういうお正月迎える時にその塩抜きして食べるんですよ。こっちが塩豚で、こっちがタイミング。この塩豚を食べながら年を越すと。塩豚。これで年越すんだ。いやうまいっすね。なんか初めて食べる味ばっかりさ、旅感あるわ。油うどんが出てきました。そしてね、これでもまだ足りないんだったら卵で巻いたおにぎりも出てくることで、いやその辺のね、なんか気遣い半端ないっすね。追加でハマチ鶏の歌を頼みました。これは飲みやすいですね。これちょっと飲みすぎて酔うやつなの。ハマチ鶏足みたいになりますね。ハマチ鶏の歌だけに、今日はハマチ鶏足って書いてました。油そば。焼酎に合うな。ハマチ鶏足やわ。歩いたらまだお腹空いてるって言ったら追加料金なしでおにぎりが出てきました。これ絶対うまいやつやね。いや完全に酔っ払います。お任せでね、食べれて3杯飲んでっていうのをすごい考えられたバランスがちょうどいい、ちょうどいいぐらいですね。ありがたいです。いやマーケティング的にもめっちゃ勉強になりました。なんと霞が炊き上がったと思って霞をいました。ありがたいです。そういうなんかねところがこのお店の素晴らしいところだと思います。いやこれでね終わりかと思いきや、こういうのが出てくるのがね満足度をどんどん上げていくんでしょうね。いやこれとどめさせていきますね。半端ないわこれ。三笘級に半端ないこれ。マジ三笘級。フェイントですよ、ほんと。ね、おにぎりでちょっと終わったんじゃないかなって思わせといてのイカの墨汁。完全にゴール決められましたね。鉄壁の守りでね、僕も構えてたんですけど、仕方ない。めちゃくちゃうまいっす。なんとちょっと黒砂糖が出てきました。いやー、いい意味で予想を裏切るようなことをやってきて、顧客満足度を上げるっていう作戦ですね。半端ない。完全にデザートやんこれ。全部計算済みだったんですね。これで終わりと思わせといて、次から次と
いやー、北橋最高でしたね。いやー、それにしてもね、3杯でめっちゃ酔いましたね。まさに千鳥足ですね。浜千鳥足ですね。で、こっからね、ちょっとそのまま帰ってもいいんですけど、やっぱりちょっと気分良くなったんで、なんか島尾でやってるとこがあれば行きたいなと思っておりますが、なければそのまま帰ります。みにゃんこがいるじゃないですか。飼い猫やん。飼い猫やんけ。お、飼い猫やん。どっから来たんや。ふさふさやな。栄養ある食事してるな。家帰れよ。もう10時やぞ。いや9時や。帰る前にここでちょっと買い出ししていきます。ダイブセンター大きいの大きいさんに朝カヌー連れて行っていただきます。コンビニで爆弾おむすびを買いました。これも甘みっぽい5種類入ってる。モス、なんだかいい景色がね見えてきましたよ。夏に引き続いてのマングローブカヌーですが、また違った体験ができそうで楽しみです。ここにほら入ってます。どっちが上で、ここは下に向くような感じで、だいたい肩幅ぐらいの幅で持って、ゆっくりこう漕いで、こうやったら前に進むけど、右だけ漕ぐと左に曲がるし、右から後ろから前にやるとまた同じように向きが変わっていくので、できるだけ両方均等で、時々マングローブにそのままこうやって枝があったりとかしてスーッていった時にそれを避けようってしたりとかすると、体を横に向けるとカヌーっていうのは転覆しやすいので、そういう時は頭を下げたりとか、場合によって枝を軽く触って頭に当たるのを防いでください。で、あまりこう枝の中にボキボキ生えていかないように気をつけて、だいたいこう川の真ん中ぐらいを移動するような感じ。上手な人はちょっと近づいても大丈夫だと思います。さあ、朝マングローブカヌースタートになります。よっしゃ、乗り込みました。どっちに行ったらいいですか？一緒に行きます。何これ、めっちゃ癒しな時間やん。最高ですね。朝ならではのね無の時間が続いていきます。濡れてるところまで潮が上がってたということですね。マングローブっていう名前はこういうところに生息するこの植物のことをマングローブっていうらしいんですけど、これがメヒルギっていう、ぶら下がってるみたいなやつですか？メヒルギの種羽どっちでもええわ。いやー、癒しの時間ですね。やばい。皆さんこんな時間普段取ることができてますか？本当に強制的にね奄美大島に来て朝カヌーをすればこんな時間を過ごすことができますね。この手前に生えてるのがメヒルギで、ちょっと奥にある葉っぱの大きいのがオヒルギ。メスとオスっていうわけじゃなくてそういう名前になってます。オヒルギの方が葉っぱが大きくて羽も大きいですね。で、オヒルギはこの川の水とこう海水結局混ざってるじゃないですか。そうすると吸い込んだ塩分を葉っぱに持っていって黄色く枯らします。そして塩分を排出していったりしますね。今黄色い葉っぱちょっと見えないけど、時々1枚だけ黄色い葉っぱが見えると思います。後ろの葉っぱの大きいオヒルギは。
もうちょっと奥まで行って U ターンしましょう。いやー、朝弱いけど早起きしてよかった。こんな時間なかなか過ごせないですね。で、目の前に砂の山が見えません？どれああ、はいはい。何個か。ああ、本当だ。シャコの巣。え、シャコ。シャコ。エビみたいなはいはいはい。え、巣なんすか？巣。へえ、シャコが作ってるんですか？そう。へえ、シャコの巣か。あれですね。砂の山みたいのがシャコの巣ですね。すごい。やべ、座礁した。助けてもらいます。ついつい景色にね、こういう状況になるとね、パニックになってもどっちがどっちか分からなくなりますよね。右を多めにこいで。後ろぶつかるよ。左を後ろ、前から後ろに、左を前から後ろに、左を前から後ろに。そうそう。助かりました。これがね、よく雑誌に出る。イノシシが泳いでおります。イノシシって泳ぐんや。半端ないっすね。これは貴重な映像ちゃうんか。追いかけていきたい。僕の技術では追いつかず、オッキーさんに撮ってもらいました。面白いね。何があるかわかんない。朝引きましたね。いやー、天気に恵まれたな。いや、最高の天気ですね。冬でこんなに天気に恵まれるのはね、本当にありがたいことですよ。水が綺麗ですね。透明度がすごい。うっかりこれね、水の透明度を見ようと思って水没させたらダメなんで。オッケー。よっしゃー。疲れた。いやー、最高でしたね。さあ、それではね、ホテルサンデイズ奄美さんの朝食をいただきたいと思います。カヌーをねやってからの朝食なので、なんかちょっと変な感じですけども、楽しみたいと思います。かなりね充実してていい感じですよ。こちらコーヒーになりますね。オレンジジュースとか牛乳がありまして、シリアルのコーナーもあります。そして納豆ですね。有機納豆はパパイヤのレモンとかね、甘みっぽいものもあります。生卵にこれサラダあんだけが、そしてパンとかねありまして、フルーツもあります。でちょっとね時間を結構オーバーしてきてしまったんで、乗ってるものが割と少ないみたいで、野菜スープで味噌汁ですね。味噌汁もでちょっと濃いめの味噌汁ですね。他に白ご飯と目玉焼き、充実しますね。普段草の野菜、朝のカヌーでねめちゃくちゃ疲れたんで、ついつい取りすぎてしまいましたね。いやー、そんな期待にも応えてくれるボリュームのある朝食を作ることができます。よし、これ全部手作りですね。味も冷凍食品とかじゃないですね。温かい味がする。朝カヌーの後に染みますね。この後ね11時から会議が入ってるんで、オンラインでね会議するんですけど、朝カヌーの疲れとこの朝食食べたらちょっと眠たくなりそうですね。やばいな、ピンチです。昨日も早起きで今日も早起き、そして明日もねホエールウォッチングで朝早起きなんですよ。朝の弱さだけはね自信があるんですけど、そんな僕は3日連続早起きとかなかなか、まさに旅は自己投資ですね。早起きの大事さも教えてくれると。豚味噌もうまっ。ご飯は進むわ。
美味しいからね、糖質制限してるのにどんどんご飯が進んじゃいますね。ポテサラもうまいっすね。手作りせんてポテサラも朝食こだわってますね。モッキーさんも美味しいって言ってたからな。ほんま美味しい。今からね、シュノーケリング行きたいと思います。はい、こんにちは。お世話になります。お世話になります。よろしくお願いします。いや、さっき会ったばっかりやん。さあ、海が待ってます。おはようございます。東シナ海側の国直海岸、国直海岸。はいに行きます。はい、参りましょう。朝カヌーもあれ人気になりますね。あれはやっぱ奄美じゃないとなかなかあんな体験できんし。セブンイレブンかと思ったらイレブンでした。あ、ファミリーマートか。さあこの2つおにぎり買いました。本当はランチ行きたかったんですけどね、ちょっと仕事が長めに来ました。おー、いい感じ。あそこにシュノーケル行きます。綺麗、サンゴがこう見えますよね。うん、これめっちゃ景色いいんでね、これでちょっと爆弾おにぎり食べたいと思います。うまっ。いやー、美しい。テンション上がりますね、これは。あのビーチにあのビーチ、おお、何人かいますね。飛んでますね。そうです。今日は混んでますね。2人ぐらいいますね。2人もいますよ。おお、綺麗。奄美大島ってね、どちらかというとなんか森のイメージが強いような気がするんですけど、海も最高に綺麗ですね。これはいい。ローシーズンであるね、冬に行ってもこんだけの景色が楽しめるんだったら全然問題ないじゃないですか。いやー、楽しみですね。この辺泳ぎますからね。それではね、今日シュノーケリングする国直海岸にやってまいりました。この巻きおむすびいただきます。最高のロケーションでね、いただきますね。いただきます。うまい。めっちゃジューシーやな、これ。フォークが上にもポークあるし、この中にもポークが入ってるんで、ダブルポークでジューシーすぎますね。もう夏ですね。2月1日ですよ。皆さん雪降ってる地域もあるんちゃうんですか。でもこれです。同じ日本です。糖質禁止してるんでね、脂肪や糖の吸収を抑えるやつ飲んできましょうか。完全に夏ですね。もう、まあ、汗かくから飛び込みたいぐらいな気温じゃないですけど、ちょっと海入りたいなみたいな気分になります。でもちょっと風今来てるんで、今はちょっと寒くなってきたって感じですね。冷てえわ。めっちゃ冷たいな。これマジで今日泳ぐんか。大丈夫です。大きいさにね、ウェットスーツ用意してもらってるんで、全然寒くない感じ。一日一組でね、こうやって手厚くサポートしていただけるのはありがたいですよね。いやー、こうやってね眺めてるだけでもいいんですけども、ここでねシュノーケリングする前にオッキーさんにドローンで撮影してもらいます。さあ今からドローン飛ばします。オッキーさんのドローンを僕も映してもらう準備します。いやー、空から見ると海の美しさがね鮮明にわかりますね。見
てください。これだんだん沖に行けば行くほど美しくなってきます。波の形も美しいですね。今からここをね泳いでいきます。半端ないですね、これは本当に。うわー、いい色。テンション上がりましたか。冬でもこんな景色見れるんですよ。サンゴはものすごい感じ。おお、楽しみです。おおほほほ、すごっ。うわうわうわ、ガチっすね。ガチカメラ。車1台買えるぐらい。マジっすか。半端ないなこれ。だから冒険はこれが来るまで。これ乗っていつもやりがいになってます。さあ今から冬のシュノーケリングツアースタートです。楽しみですね。夏よりね水がクリアとのことで、どんな感じでしょうか。向かっていくのがしんどい。でこう向かっていって、鉄塔あるじゃないですか。あれを大体目印に向かっていったらだんだんサンゴが見えてきます。手前最初は何もないガレ場です。何もないところでサンゴが見えたらサンゴの上を泳ぐんですけど、サンゴに立ったりとかサンゴに触れたりとかしないように気をつけて、で帰りはね流しながらこう帰ってきましょう。で真ん中に帰ってくるような感じだから、帰りは結構楽かもだけど、ただこれ揺れはあるので行ってみましょう。すでにね、ここからサンゴが高いです。これ上から見たらこれ波打ってるのよ、模様が。波打ってる、綺麗です。もうね40代の中盤なので、しっかりとね準備体操しておかないとね、怪我してはいけないんでね。ガチャガチャ食器洗ってはい、フードが入ってると水が入るので、結構あっちまで意外と遠いんで、はい、じゃあ行きます。さあ海の中へね入っていきました。ローシーズンであるね冬なんですが、もうウェットスーツ着てるんでもう全然寒くないですね。これは快適にシュノーケルを楽しむことができます。冬の方がね水の中すごくこう透明度が高いってことなんですけども、まだこの辺はそこまで高くないですね。もうちょっと奥に行くとかなり透明度がアップするそうです。と言ってもねこの辺りでも十分綺麗ですけどね、これ以上美しくなるんだったらもうめちゃくちゃ期待が高まりますね。お、何か見えるみたいですよ。ああ、小魚の群れが美しいですね。光にキラキラとこう反射して、ちょうど天気がいいからねかなり見応えがありますね。うわー最高。どこまでもね追いかけていけそうな感じで、これもいい体験ですね。このね光のカーテンみたいなのが美しいですよね。上からキラキラと、これも晴れてるからこそ撮れる映像ですね。美しい。これを眺めてるだけでもめちゃくちゃ癒されますね。ちょっとね調べてみると、奄美大島のサンゴは1998年から2008年にね白化現象やねオニヒトデの食害などで打撃を受けたんですが、現在はね回復傾向にあるらしいんですよね。だからここまで美しくなってるのかもしれないですね。おおすごい。プロが潜ったところをこのガチカメラで撮影、すごい。あんだけ奥深くまで潜れるようになりたいですね。
この筋伝いに行ってちょっと隣に渡っていきます。で結構綺麗な広場があるのでそこ行きましょうか。さあ次のスポットにね行きたいと思うんですけども、だんだん幻想的なね景色になってきました。すごいですね。あ、オッキーさんがね何かを見つけたようですが、これは何ですかね。あ、ゴミか。こうやってねナイロンのゴミはやっぱりこう自然に戻らずにこうやってサンゴを殺してしまうんですね。サンゴの色が真っ白にね変わっちゃってます。モーリーチャンネルをね見てくださってる視聴者の方はね、こんなゴミをね捨てたりするような方はまさかいないとは思いますけども、少しでもね周りの人がそういうことがないように声かけとかねしていければなというふうに思います。いやー、魚の群れがね美しいですね。だんだんちょっとずつですけども透明度がね増してきている気がします。ここから透明度よく注目して見ていただければなと思います。なぜ冬にもね奄美大島に行くべきなのかご理解いただけると思います。いやー、すごくクリアになってきました。もう濁りがないですよね。太陽の光もちゃんと奥の方まで当たってる感じします。美しい。さあ僕もねちょっと潜ってみます。まだまだね未熟なんでここら辺が限界ですね。しかも持続時間がまだまだないんですよね。もっと練習したいなと思います。ここはねめちゃくちゃ印象に残ってますね。この割れ目のところ、この青がすごく美しくないですか。なんとねここからオッキーさんが入って僕の姿をね映してくれるということで、これはオッキーさんを追いかけた映像です。すごいですね。もう割れ目のところにこう入っていって、その先に僕がこう潜っているところが現れるみたいな。実際撮ったところを見てみましょう。こんな感じで映るんですね。うわー、この青さ美しい。そしてこんだけ潜ってねここを泳いでいけるっていう技術、僕もできるようになりたい。めちゃくちゃ幻想的じゃないですか。いい映像が撮れました。オッキーさんありがとうございます。1日1組限定でね対応してくれるからこそこういった映像もね撮っていただけるんですね。最高なサービスです。皆さん気がつきました？最初の時の映像とここを比べると明らかに透明度違いますよね。めちゃくちゃ美しいと思います。これは冬じゃないと見れない可能性が高い素晴らしい透明度です。夏はね偶然にもこうカメにもたくさん出会え、海蛇にも出会え、サメにもね出会ったりとかして最高に楽しかったんですけども、冬はねちょっとカメには出会えてないんですけども、もうこの美しさを見るだけでもね本当に価値があるなと思いました。またナイロンを発見しました。ちょっと僕の力で取ってみましょうか。潜ってみますが僕の潜水能力だとちょっと届かない。くそーくそー、もっと技術を高めなければ。
回も最高のシュノーケリングツアーできました。オッキーさんありがとうございました。温水シャワー浴びてバッチリです。このチャズさんが描いた絵。おっぽとちょっと島暮らしの、はいはいはい。去年の5月の盆地に描いたへ杉の森の中、トンネルの向こうに夕日が沈む。夏はね正面で夕日が沈むので、ね、この森っていうか福木の周りに奄美のいろんな動物を描かれています。珍しいのが見たことないのが描いてくれてたりとかするので、じゃあその福木のトンネル行きましょう。それからこのぐらいの実が落ちてくるんですよ。夏。夏の終わりぐらいかな、でそれがね落ちてくるとね結構頭当たると痛い。急に落ちてくるんですか？急に落ちてくる。いっぱいになってみかんみたいな色して、だからここの集落の人たちは丁寧にしっかりと掃除して入れてたりとかしてますね。そうしてみると福木が向こうに生えてたり、こっちに生えてたり、あちこちに生えてる。暴風林の代わりにねなってたりとかしてると思うんだけど。こんにちは。じゃあこれがじゃあ福木のねトンネルすごいっすね。これちょっと歩いて行きたいと思います。気をつけた方がいいですよ。また茶番です。いやいいっすね。幻想的やな。なんか最高っすね。いろんなスポットがあるな、奄美大島。福木並木。ここに書いてある。はい、ここがね、大和村と言われて、国直集落って言われるところなんですね。で、さっき言ったこの福木並木がこれですね。はい。で、このサンゴビーチから今日泳いでいったわけですね。で、いろいろここにもなんかゲストハウスがあったりとかいろいろあるんですね。ウミガメ公園とかね。ウミガメ公園やのにウミガメ今日いなかった。で、この米子国直、何これ米、これか。ふんより米あご節。国直集落に伝わるくんより米あご節はユーモラスな歌詞と軽快なリズムが特徴な島唄ですと。主人公の米あごさんは頭のてっぺんに髪を言った独特の風貌と美貌、奇抜な振る舞いからみんな愛されるキャラクターですと。この方ですね。いそうですね。どういう意味や。この国より米あご節っていうのは、この国直にいる米あご、お姉さんね、がすごいべっぴんで、もうどこの人たちにも負けないぐらいすごいべっぴんさんだった。で、その頭のこの言ってるところ、かまちの巻き地にが頭の言ってるところがべっぴんなのにいつもどっかにこう傾いてる、同じところに傾いてるんだったかな。から本当は真ん中にあればいいのにっていうのもあるんじゃないですかね。その歌を聴けばね。その歌にそういうことが歌われてるってことね。この軽快なリズムで。結局これ誰なんですか？わかんない。こっちは謎。これ誰でもいけるみたいな。わかんないですけど、まあね、なんか可愛く書いてますね。くんよりよねあごやらどっこいどっこいかまちぬまてしにゆわんなかまちぬまてしにゆわんな。こんな感じの歌ですか？聞いたことあるんかな。よく見ません？インスタとかで。なんとあそこにプッチンプリンのような島がうっすらと見えるかな。うっすらですよ。ちょっと暗くしてみよう。見えるかな。ちょっと後で編集でズームしたら見えるかもしれないです。ここですね。うっすら見えてるな。
横果て島というらしいです。いやー、なんだかね、のんびりいい時間を過ごせましたね。おー、なんかこのね、放送が流れると島っぽくてめちゃくちゃ癒されますよね。わかります皆さんね。これ島の人からするともうね、毎日ある逆にちょっと鬱陶しいみたいなところもねあるかもしれないんですけども、僕たち観光客にとってはね、もうこの曲を聴くだけでもなんか来てよかったなっていう風にね感じますよね。しばしお聴きください。ありがとうございました。はい、それではですね、今日も飲みに出かけたいと思います。今日はですね、シュノーケリングとかでね、お世話になりましたオッキーさんとちょっと一杯飲み交わして、そこから島唄ライブやってるねお店行きたいなと思います。ちょっとね空いてないとか、なんか今日やっぱり冬なんで、閑散期なんで予約が入ってなくて島唄をやってないっていうお店もあったんで、ちょっとね見れるかどうか運次第なんですけどね。オッキーさんおすすめのバー雨音にやってまいりました。今日はここの雨音というところでオッキーさんと飲みます。軽く一杯行きましょうか。私がおすすめする奄美のバーです。楽しみです。はい、どうぞ。社長、モーリーさんの YouTube で見ましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。奄美とは思えないような、東京かなと思うぐらい、ね、ちらっと私のチラシもありますけど、はい、そうなんですよ。B さんのチラシも増えてますよ。ドイツのクラフトビールをあらゆる種類をはい。仕入れて置いてます。で、まあいろんなパッケージがあるんだけど、パッケージで選ぶしかない。3年味はなんかそれぞれなんかいろいろ全然違うんですけど、はい。この3年寝かせたハイボールとマッチングするのが、はい、北斗パン。北斗パンのハニートースト。そうです。北斗パンっていうところがあって、はいそこのパンを使ってそれはハ奄美のパンなの。奄美のパンですね。奄美のもう地元のなんか昔からあるパン屋さん。これはね絶対食べた方がいいってやつ。ハイボールに合うっていうやつ。なぜ合うかって言ったら唇についた塩とハイボールが合うんですよ。へえ。これも試さないといはいい、けないですね。面白いですよ。おすすめがありすぎたんですけど、まあでもお好きなので行きましょうかね。はい。最初はそうなんかドイツのビールシャドウになるしな。はい、めっちゃおすすめです。はい、わかりました。じゃあちょっと全然見たことない。はい。ドイツ行ったけど見てないな。これ気になるな。麦芽 100% です。これは何になるんやろ。これですか。はい。見てください。これはですね、まあ飲んだらわかるってやつですね。そうですね。まあもうパッケージで選ぶしかない。そうパッケージ、はいどういうじゃあそれにします。これでデキャンタージュするんです。デキャンタそこに入れてこうちょっと回してー泡をめっちゃくちゃきめ細やかくして飲んでもらって期待値上げますね。大丈夫ですか。期待してはいできたんちゅう。はいデキャンタージュデキャンタージュ。デキャンタージュやってくれてますね。デキャンタージュ。Vlog 撮ってください。うわうまそう。ビールもここまで変わるんですね、入れ方によって。最高じゃないですか。じゃあ今日はありがとうございましいや、こちらこそありがとうございまた。した。最高の一日になりました。お疲れ様でした。乾杯。美味しいですか。うまい。クリーミーなビールですね。いただきます。うまい。ありがとうございます。いやそうですね、僕の好きなカークランドのねウイスキーもここまで美味しいとはびっくりしました。
奄美大島のパンを使ったハニートーストきました。いきます。サクサクでハーブの香りもしてうまい。合うわ。ハイボールにめちゃくちゃ合いますね。この組み合わせでねハニートースト作ったのはすごいっす。最高。マジ行きたい。間に合いそうにない。島唄ライブが聴ける居酒屋、こちらリピートです。おお、よかった。着きました。島唄ライブ8時頃予定しております。ありがとうございます。撮らせてもらいます。あ、OK いただきました。お客さん顔出し OK いただきました。しぶりの天ぷら。夏は結構ね満席だったんですけど、やっぱ冬だと結構空いてますね。これが冬のお客にとって魅力ですね。空いてるっていうかほぼ貸し切り状態です。はい、六丁の水割りと、じゃあ突き出しお通しですね。うまい、すっきりやから。はい、こんばんは。じゃあ、今日ちょっと貸し切りみたいな感じになっちゃいましたけど、やりたいと思いますんで。冬の醍醐味ですね。まずここのお店のマージンっていうのはですね、一緒にっていう、奄美の言葉ですので、今日はね、一緒に楽しめればと思います。で、奄美の島唄ね、今から歌いますけど、島唄の島というのはですね、集落という意味があって、奄美大島という意味もあるんですけど、それぞれの集落でこう歌われてきた歌ということで島唄というんですね。で、大体曲は100曲ぐらいもあるとも言われてますけど、一つ一つの歌にこの裏声が使われていて、でこの作詞作曲、歌を作った人の記録もね残ってなくて、それぞれの集落で歌われてきて、心に響いた歌詞とかがね受け継がれて残されている奄美の民謡となります。じゃあ今日はね何曲か歌っていきたいと思いますんで、飲みながら食べながら一緒に踊りながら楽しみたいと思いますので、よろしくお願いします。最初は朝花節と言いまして、ご挨拶の歌となります。あれから朝はやりるし、今歌ったのがですね、朝花節といって、奄美ではね大体一応結構よく最初に歌われる歌なんですよね。皆さんのこれからの先々に素敵なことがありますようにっていう風に歌いました。もちろん島唄も楽しいんですけど、料理も美味しいですよ。サラダもつくねも美味しそう。では、酔いすらし。ちゃんと聞いてたんかい。沖縄も、同じ三線なんですけどちょっと違いがあって、弦がね一本一本ありますけど、沖縄にもね奄美の方が細い弦が使われているという特徴があります。で、もう弦も細いですから、バチもねこういう薄いバチを使ってて、これからね上から順に弾いていく感じなんですけど、奄美のまたちょっと演奏の仕方の違いで、最後この皮にねパチンとこう当たるんですけど、このパチンで当たるのもまたちょっと奄美らしい演奏の仕方かもですね。
だと押さえる場所、音階も違ってまして、ドレミで言うと沖縄の音階はレトラがない沖縄音階で、奄美大島がの立音階って言ってですね、昔からある音階の一つで、ドレミで言いますとミとシがないことでね、奄美大島唄は作られています。せっかくコラボで出番来た。黒糖焼酎は奄美群島だけというふうになってますので、その焼酎をね美味しく飲みましょうという歌もあります。やべえ、やっぱ楽しいなこれ。練習感もあるけど、まあこれもいいでしょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。なんか音楽やってる人かな。これでも手伝ってもらったね、奄美ではこの花花花って乾杯するんですね。はい、ありがとうございました。花花花してね、本当こうやって迎え入れる人がね、こう花花花ってみんなで乾杯するっていうのが奄美式ですから。はい、ありがとうございました。いやー、やっぱ楽しいですね。金かやぶしや我が子なしおしょろ三味線の口つけてもれおしょろ歌がわせかわせ歌がわせかわせなきゃがかわせ窓はやもかわせさっさしゅんかねか。はい、ありがとうございます。これはね、本当はもうみんなでずらーって大きな輪ができて、右回りとか左回りとかこの踊って移動しながらね歌って踊るみたいなのがあるんですね。この時にこのねじり鉢巻きも欠かせないみたいな、これつけると奄美の人スイッチ入るみたいなね感じです。では家督鍋かなむし。では、最後はみんなで踊る六丁をしましょう。結構集落の種寄りとか、そういう行事もね一緒にやったりとかしてるんです。同じ集落に今いるんで、足徳集落って言ってこうフリーダンスですから自由に踊るみたいな感じなんですよね。最後皆さんに福が訪れるようにみんなで踊りましょう。いや、お客さんめっちゃ太鼓うまいし。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。これでね、少しまた奄美の文化に触れていただけたかなと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、知り合いのね経営者の方にこの寿司奄美ですね、ここ絶対行けってね言ってくれたんですけど、なんとですね今日まさかの定休日なんですよね。まさかの今日ね空いてるってなってるけど定休日らしいんですよ。連絡取ってもらったんですけど、
でも明日はねどうしてもいけないんで、またね次回の持ち越しになりそうですが、でこう論文の淳さんとかもね大絶賛したという素晴らしい寿司屋さんらしいんで、ちょっとまた行きたいと思います。おはようございます。今ね6時半なんですけども、なんとあんだけ晴れてたのに今日はちょっと雨が降ってる感じです。でちょっとね勘違いしてもらっては困る部分がちょっとあって、僕晴れ男なんでね割とこう今回めっちゃ晴れてますけど、奄美大島はどちらかというと雨の方がね多い場所なんで、運がいいということだけ覚えておいてください、はい、でもね今雨降ってますけど、これからまた雨止んで晴れていきますから見ておいてください。おはようございます。よろしくお願いします。ホエールウォッチングに行く前に腹ごしらえということで、オッキーさんのおすすめの場所に立ち寄ります。はい、ホエールウォッチングに行く途中にあるマリマンマというお弁当屋さんにやってまいりました。おはようございます。おいです150円です。はい、それではいただきたいと思います。150円ちょっと安いっすね。これ東京やったら300円は間違いなくしますね。手作り感満載。うまそう。いただきます。ポークハムとマヨネーズがね、やっぱうまい。マヨネーズは絶妙。やっぱ手作りいいっすね。うまいわ。コンビニとは違う。そしてですね、昨日コンビニで買った奄美名産ミキですね。これで今日のねホエールウォッチング体力使いますからね。栄養ドリンクですね。奄美の栄養ドリンク。酸味もあって、あなたのスタミナ欲しい。うまい。これ時間経つとね美味しくなくなるんで、こうすぐ飲んだ方がいい。それではね、奄美大島の南側コニアの方に向かいます。これですね。さあコニアに着きました。ポーラル橋を通ってホエールウォッチング向かいたいと思いますよ。いやー、早朝の時間にねこの橋を渡るとすごくこう気持ちがいいですね。散歩するにはぴったりですね。いやー気持ちいいですね。朝の散歩なんて健康的なんでしょう。こういったところでね撮影した写真とかはね Twitter とか Instagram に上げてるので、そちらもチェックしてください。晴れてきましたね。水も美しいですね。さあ、奄美大島で初めてのホエールウォッチングにやってまいりました。今日のホエールウォッチングはですね、ザ・シーンさんにお世話になることになりました。よろしくお願いします。このボートでホエールウォッチングに行きます。お、なんか気になることをしてる船がいますね。船が傾いてる。船が傾いてる。お気をつけください。さあ、船に乗り込みました。出発して、12時前後戻る予定です。今日見ていただくクジラ、何のクジラか分かる方います？シレイです。何クジラか分かる方？
ラ何クジラでしょう？特徴正解です。このクジラになります。特徴が大きく2つあります。クジラのね、前におつおつがあるのが一つ特徴と、この手の部分ですねが長いことが特徴です。奄美大島にもう一種類がマッコウクジラが西の枝手の沖、水深 1000m 沖にいると言われてるんですが、もうその子と全く違う、作りって言ったらあれですけど特徴を持ってます。大きい子で大体 13m から 18m で体重が約30トンほどあります。でかっ。もう近くでね上がることもあるので、この船でも全然大きいです。それをね近くで見れたらと思います。尻尾の裏っていうのが、この模型のクジラでいうと真っ黒なんですけれども、真っ白の子もいます。もしくは傷が白い線が入ったりとかします。それって何かというと人間でいう指紋になります。なのでその指紋で個体識別して、奄美イルカ協会の研究員の方は何年連続で奄美大島とか沖縄に帰ってきてるとか、今年何頭現れたっていうのは個体識別でいつも検証しております。どんなクジラのアクションをするかっていうのはこの写真で、このブローって言われる部分、クジラの背中の部分にこの鼻があります。ここから息継ぎをします。プシューで、クジラを探す時なんですけれども、まずはブローを探せる方は一緒に探してみてください。次、ペダンクルアーチですね。クジラの背骨の部分に当たりますが、ブローをした後に少し潜りますよっていう時に見れる背中の部分になります。フリークアップ、今度尻尾が少し見えます。その尻尾が見える時、クジラが水面をでちょっと潜りますよっていう合図になります。このフリークアップの瞬間に尻尾の裏側ぜひ見てみてください。同じフリークアップ、名前は一緒なんですけれども、さっきよりも尻尾が垂直に上がります。このフリークアップの垂直に上がった動作が見えた時は、少しクジラが深く潜りますよっていう合図になります。潜ってしまったらもう見れないではなくて、また近くに上がる可能性もあれば遠くで上がる可能性もあります。潜ってしまったらまたブローを探しましょう。皆さん、テールスラップ、今度クジラさっきよりも尻尾高く上げます。高く上げたら水面バッシャンバシャン10回20回思いっきり叩いてます。これ何かというと、親子クジラで子供に教えてたりとかしてる時に見られる行動です。あとはオスクジラが水面叩いてメスに猛アピールをしてたりとかする時にやる行動とも言われています。音がもう本当に鈍いです。バッシャンバッシャン叩く。多分人が巻き込まれたら死んじゃうくらい大迫力です。次、ペックスラップ、これがまた珍しいです。これ何をしてるかというとですね、今クジラはこうやって上見て泳いでるんですけども、水面で上を向き始めます。向き始めたらクジラのこの手の部分にこうやって遊んでます。水面手だけ出して、またこっちにおいで、もしくはバイバイで手振ってるようにしている行動とも言われています。これ見れたらかなりレアになります。同じくこれで水面バッシャンバシャン叩いたりするので、これも面白い行動の一つ。ブリーチングですね。ジャンプしてる行動です。これも親子クジラで子供に教えてたりとか、あとはちょっと言われてるのが、背中についたゴミとかを取るために大人がバッシャーって飛んでることもある。で、クジラ探す時にブローを探すって言ったんですけれども、遠くでブリーチングしてる子も稀にいます。ブリーチングしたらね、すぐに分かりますので、それも合わせて探してみてください。で、一番珍しいもので言うと、うちはホテルザシーンっていうホテルでやってるツアーなんですが、ザシーンの目の前にクジラが出るんですね。これホテルの目の前で出ると何がいいかって、船にも乗らずホテルの客室、お部屋のベッドからクジラが見えるんですね。だからもうあったかいお部屋で寝ながらクジラが見れるというね、こともあります。稀にシーズンで1回2回あるかどうかっていうくらいのレアな写真になります。で、おさらい最後ですね。探せる方はぜひ皆さんで一緒に360度見渡して、さっき言ったブローだったりとかブリーチングっていうのを探してみてください。さあクジラを求めて出発しました。無事に見つけることができますかね。奄美大島ですね。で、僕たちが今走ってるこの海域が大島海峡の間、立呂間島と奄美大島の間の海域ですね。が大島海峡ってところです。その前に見えてるのが太平洋ですね。今日は穏やかな
外洋からの波がそのままここ入ってきてやすいところなので、普段はもうちょっと上にああ、そうなんですね。今は本当に穏やか。よかった。左前になんか黒っぽい建物見えるんですけど、あれがうちのザ・シーンのホテルで、改装中でちょっと休館してるんですよ。はい。今外壁をちょっと整ってるので、あえて黒く覆っちゃって、普段はまああそこにホテルが白く見えるんですね。こんな感じで赤いポイントが去年見えたクジラの数で、緑のが今年ですね、入ってから見えた。結構だからなんか場所が固まってるの。クジラの道みたいのがあるのかな。ピーッとラインが入れることと、ビラでシュノーケリングでクジラの鳴き声を何回も入ってくる。マジですか。絶対ビラ入れば今ね、めっちゃ揺れてるんですけど、酔わないコツがあって、頭が揺れると酔いやすいんで、フクロウみたいな感じで、もうなんか顔は固定しといて、体だけ動くみたいなそれができれば酔わないです。今日はでもまだ穏やかならしいです。530メートル。全然まだ見つかりません。本当に今日出るんかな。だいぶ揺れてきますね。去年行った池島の方面まで行くということです。お、スペインだ。違うかったみたいです。もう行けなかったんで、チームをやりました。まさかのここで機会が来たいと思います。紛らわしいなぁ。この辺りにいっぱいいそうですね。すっごい目の前。下にいる。おお。ちょっとちっちゃい。アクションしそうだね。おお、めっちゃブローしてます。体もちょっと見えますね。いいねいいね。やっと見つけたっていう感じでね、すごく感動しますよ。ホエールスイングされるそうです。マジクジラを待ち構えております。ここ浅いんですね。浅いです。クジラの形で映るそうです。今回のねザ・シーンさんのホエールスイムはですね、サービス導入に向けてデモ練習しているところを撮影させていただきます。フィッシングですね。投げるからいい感じ。いやオッケーです。大丈夫。いや、ご自身が餌ですよ。何勘違いしてるんですか。
楽しみいただけましたか？ホエールウォッチングをしながらね、ホエールスイムのタイミングを伺っております。僕もやりたいんですけど、ホエールスイムはね、ダイビングライセンス保持者とかスキンダイビング、フリーダイビングの資格保持者じゃないとねできないんですよ。だから今度はねちゃんと資格取ってホエールスイムチャレンジしたいと思います、ね、2月から3月の間だけのね特別な体験なんでね、ぜひやりたいですね。おお、来た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 、釣れてる釣れてる釣れたじゃあ準備しましょう。準備したら大丈夫です。いよいよホエールスイムができるタイミングになってきましたよ。いいよ、入ってクジラ方面に泳ごう。おお、皆さん行きました。ホエールスイム。パセ君もそのまま後ろ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 。どうぞゆっくり。いいな。おお。はい、止まって止まって。ガチガチ正面正面。ストップ、覗いて覗いて。そこそこそこ。はい、止まって、そこで止まってみておいてください。正面向いたもんね。クジラがこっちにいる。小判ザメもう10匹ぐらいおった。多かった。うわ、これはすごい。これは生で見たかったな。すごいですね。コバンザメもついていってる。ザトウクジラが優雅に泳いでいますね。これはめちゃくちゃ貴重な映像ですね。1回中1回で見れたね。見たかったな。また一つ目標ができたな。旅や自己投資ですね。いや、人生変わったわ。どうですか？うっすら水面がツルツルしてるじゃないですか。まあちょっと分かりづらいな。ここだけなんか渦も絵になってる。これがクジラの足跡ですね。はい、これはパケロマ島ですね。ここではね、今回ね利用した JAL さんがなんかドローンで宅配物をね届けるような実験もされてる。そういう活動はね本当に応援したい。実証実験もしたみたいで、10月24から27日にかけてパケロマ島および与論島、受島を結ぶ災害時平時のドローン活用について検証する。日用品とかね、医薬品とかをドローンで送ると。それではね、港まで戻ってまいりました。港が美しいですね。いやー、貴重な体験ができましたね。いや、これもね冬の奄美の醍醐味だなと思いますよ。あっさりですね。あっさり人生変わってますね。ザシンさんありがとうございました。オッキーさんおすすめのね海鮮丼を食べに行きます。奄美に参りました。海鮮丼食べに行きました。魚屋さんの海鮮丼ですね。海鮮丼完売。これにしようかな。あ、こっち一番人気。黒マグロ入り海鮮丼めちゃくちゃうまそうですね。
ただきます。さすが港だけあってね、めちゃくちゃ新鮮で美味しいですね。これはコスパいいぞ。いやー、顔が歪むぐらいうまい。いけるな。しみるな。ホエールウォッチングの後は海鮮丼っすね。めっちゃうまい。これはリーズナブルですね。これ東京で食べたら3倍ぐらいするかもしれないですね。2倍ぐらいですかね。美味しかった。もう一杯食べれるぐらいの甘さでした。いただきました。甘海かと思ったら奄美でした。かりんとう買いに行きます。オッキーさんおすすめとのことで楽しみです。バナナが入ってるんですか？まさかそんなバナナとかっていうのかなと思ったらなんていうのかな、その名前の付け方に根拠はないから面白いわけよ。イチロー君とバナナかさ。入ってないのにバナナロール。そうでも美味しい。はい、ここでかりんとうを買います。めっちゃ単価売ってる。うちのお店に来たとこれが美味しいんですか？ちなみにその豆ばっかりもむちゃくちゃ美味しいです。じゃあどっちもか。これとどのかりんとうがいいんですか？量が多いか少ないかだけなんで。あ、そうなんですか。じゃあこっち。こっちですか。大丸製パン。よいしょ。先ほどの謎のバナナロールが売ってるパン屋さんです。手動でした。ペパン始めました。お尻パン、チョコボール。ちょっとネーミングが面白いですね。これがバナナロール。先ほど見たバナナロール。めっちゃバナナロールある。ウルトラとかいいっすね。私もあなたも大丸パン、大丸のウルトラ C。 気になるな。どんな味なの？ハイビスカスっていうパンもあるね。ちょっと気になるな。どんな味やねん。でも原材料ハイビスカスって書いてるな。嘘でしょ？違うか。原材料下。このお店でバナナロール、そしてウルトラ C、 ハイビスカス、謎の3点セット買いました。全然バナナ入ってない。全然バナナ入ってない。ジャリパンみたいな感じ。形が反則ですね。ハイビスカス。ふわふわ。なんか食べたことがあるような。何やろこのふわふわな感じ。クリームが入ってますね。なんかで食べたことがある。ちょっとケーキみたいな感じのふわふわですね。うまいです。甘い。ハイビスカスの要素は一切ないですね。最後ちょっと本命っぽいね、なんか名前ですけど、ウルトラ C ということでいきます。体操の馬だね。ああ、そうか、体操か。馬ですね。こう回転するやつですね。それがウルトラ C。 なんかありません？ウルトラ C。 なぜこの名前をつけたのか聞いてみたいところですけどね。その体操選手が食べてたパンなのかなと思います。いろんな味が混じってるな。いや、これにこそバナナの味しますわ。でバナナって書いてますね
これバナナ味します。なんでバナナロールにバナナ入ってるこっちバナナ入ってる。今日は2月2日ですが、なんと奄美大島では桜が咲いてるとのことで、そちらを見に行きます。ルリカケス、いろんな珍しい生き物がいるから目が離せませんね。撮ってる人いますね。はい、高知山展望台にやってまいりました。ここではですね、桜が見れるということで、桜って言って今もう2月2日ですよ、ね、まだ本州の方では雪が降ってるというのにもう桜が開花しております。そしてこの奄美大島に咲く桜は本州の桜とはまた違ってちょっとこうなんていうんですか、桃の色をした桜なんですね。これですよ。美しいですね。いやー美しいですね。奄美大島ではね、1月から2月にかけて本土よりもね一足先に桜が咲き始めるんですね。奄美大島のね桜はね、本土の桜とは種類がちょっと違ってて、ヒカンザクラっていうね種類が咲いてるみたいですね。ソメイヨシノなんかはね淡いピンク色をしてるんですが、ヒカンザクラはですねソメイヨシノよりも濃いピンクをしていて、下向きに咲いているのが特徴ということですね。そしてですね、このヒカンザクラの見頃は1月下旬から2月中旬頃ということなんで、まさにねこのローシーズンの奄美大島に行くとこんな楽しみもあるということですね。皆さんも1月とか2月に奄美大島に来たくなったんじゃないですか。はい、それではねこれでオッキーさんとお別れをして、あるものを買いに行きたいと思います。場所は奄美が誇るビッグツー。イゾラリゾートに行く前にビッグツーで買い物と思ったらめっちゃ改装してるじゃないですか。イゾラリゾートも改装と言ってたし、今日ホエールウォッチがさせていただいたところも改装ということで、着々ともう観光客をね受け入れる準備ができているということなんでしょうか。奄美大島バブル来ます。おお、ビッグツーでな、3択ですよ。3択でさんまさんとねキムタクが着てたビッグツー T シャツですね。これ超買いたいと思います。キムタクモデル買いたいと思います。これで僕もキムタクになれますね。というわけで今日の宿泊場所、イソラベース奄美に行きたいと思います。イソラベース奄美やってまいりました。このね広場でさんまさんとね木村拓哉さん、キムタクがですね演奏したんですね。3択という番組でまださんまさんとキムタクの匂いが残っております。いや残ってないやろ。すごい、なんか奥もめっちゃおしゃれな感じ。おお、あ、ここでバーベキューできるんですね。今日バーベキューしますからね、このバーベキューグリルでバーベキューする予定です。あーすごい、何これ、中どうなってるんや。なんでこのおしゃれな場所で宿泊なんですね。はい、それでは開けましたね。行ってきます。入り口洗面台がおしゃれにあります。ちゃんとねあったかいですね。はい、で奥行きます。おお、こんなおしゃれな空間、すごいですね。ソファーがいきなりねこのような形であって、このようなねデスクスペースがありまして、まあ全部おしゃれですね。すごいおしゃれ。これ勉強になるな。
電子レンジとか冷蔵庫とかありまして、冷蔵庫の中には今からやるねバーベキューのセットの食材が用意されております。焼肉のタレもねありまして、そして食器もおしゃれなものが取り揃えられておりまして、バリュミューダのケトルにトースターもあります。そしてタオル類がありまして、これなんだ、これなんやろ、ちょっと謎のアイテムがあるな。これプラネタリウムみたいなのかな、ちょっと勝手に予想しますけど、後でまた開けてみたいと思います。はい、そしてこのアメニティ類ねありますし、ちゃんとサランラップとかも用意されております。はい、そしてベッドですね。ベッドもおしゃれな感じで、はい、あります。こんな空間で寝たことないですね。いやースペシャルだな、めちゃくちゃおしゃれ。いやーこんな空間ちゃんと確保できるんですね。そしてここにクローゼットですねがあります。これどうやって開けるの？こんな感じで開くんですよ。ここの中にエアコンも入ってます。面白い、こんな場所初めて見ました。エアコンとクローゼットが全部セットになってますで、夏はね多分虫とか出るんでしょうね。ちょっと虫除けなんかも用意されてますね。はい、こちらはもう一回取っていきますけどね、このような洗面台になっております。最高ですね。これもおしゃれだな。歯ブラシ立て、そしてドライヤーもちゃんとあります。なんかこの入れ物もおしゃれだな。めっちゃ勉強になるわ。なんでやねんって話ですね。そしてここのスイッチもね、これおしゃれですね。このスイッチ、シャワー室、トイレ、電気をつけます。はい、そしたらこのような感じでシャワー室がちゃんとありますね。はい、シャワーを楽しむことができます。ここにこれがシャンプーとかね、コンディショナーです。そしてトイレも清潔ですね。いや全然十分ですね。まさかこんなちょっとコンテナタイプというか、そんな場所とは思えない。いやーおしゃれでワクワクする部屋ですね。そしたらちょっとビーチの方にね出てみましょうか。ちょっと今ね、そのイゾラビラっていうところが今こう改装してるんですよね。今その関係でこうビーチにも直接はこう出られないような感じになってますけど、いいですね。夏とかはもうこのままここで泳ぐこともできますね。いいですね。この辺りはちょっとなんか別荘地というか、なんかこういう別荘系のタイプの宿とかが多そうですね。落ち着く空間です。一棟貸しタイプのねコテージというか部屋みたいなタイプもありますね。これはこれでまた泊まってみたいですね。外から見るとこんな感じでエアストリームと書いてますね。これ反対から見るとこのような感じでおしゃれですね。これバス、ドアがちょっと後ろにありますけど、めっちゃおしゃれですね。はい、外からもちょっと覗けちゃいますね。こういったねスペースもありますし、はい、バーベキューセットもこのようにちゃんと用意されております。ゴミ箱なんかもありますし、空き缶ペットボトル、はい、その辺のものも全部ありますね。はい、いろいろ使い方とか書いてくれてますね。こんなクロックスとかもね用意してくれててありがたいです。こんな感じのお肉になります。これ2人分になりますね。今回撮影用に2人分用意していただいております。美味しそうな野菜とお肉になります。説明をねこのように書いてくださってます。受け皿に水を線まで入れてくださいと書いてるけど、受け皿のここに水を入れるってことですね。これはきっとねもっと便利な方法に改善されるはずです。よし、水が溜まりました。ガスの元栓を開けます。怖いですね。なんかそれっぽい音してる。来た。ついた。こっちも
お、ついた。ドキドキっすね。はい、そしてで、皆さん気がつかれましたか？僕がなんかキムタクに見えてきませんか？3択でね、キムタクが着てた T シャツ買いました。キムタクと同じようにこれを着てバーベキューをするということですね。ありがとうございます。ちょっとね、温まるまで仕事して待ちたいと思います。はい、それではね、焼いていきたいと思います。ちょっと油が多そうなやつで油をちょっと出していきたいと思います。強すぎた。はい、それではね、もう早速飲みたいと思いますね。もう素晴らしいロケーションでね、飲むことができる。そして今回奄美の奄美ガーデン単管ペールエールっていうのね、地ビールですねを買ってきました。結構ね高価だったんですけど楽しみですね。それでは開けていきます。よっしゃ、もういきます。いただきます。確かに単管の味がする。単管ペールエール美味しいですね。めちゃくちゃビールっぽくないですけど、ほのかにこう単管を感じられる。美味しいですね。もう飲んだことがない、すごく練り込まれた味って感じですよ。それではね、先ほど焼けた焼肉のタレをかけてね、いただきたいと思います。いただきます。うまい。ジューシーでうまいですね。やっぱバーベキューで焼くとうまいですね、肉が。そしてビールも吸います。そしてまだまだね、オリオンザプレミアムとか、ちょっとね、こっちは沖縄のねもんですけど、やっぱオリオンの種類もめちゃくちゃたくさん売ってたんで、ちょっと気分的に買いました。じゃあどんどん焼いてね、食べていきたいと思います。いろいろ焼いていきますね。できましょう。はい、じゃあ肉いただきます。牛肉うまそう。うまっ。この瞬間が至高ですね。玉ねぎもうまそう。いいな。ちょこちょこね、なんか散歩してる人が通ったりとか車が通ったりとかありますけど、ほぼほぼもう貸し切りみたいな感じなんで、めちゃ開放的な気分になります。最高です。はい、今日買ったねオリオンザプレミアム、これも飲みたいと思います。いやー美味しいですね。バーベキューちょっとね寒いですけどね。いやそれはね、お前が半袖やからやっていう話ですけどね。やっぱ僕もちょっとキムタクの気分にならないといけないんでね。それとあとミッキーリュック宣伝しないといけないんで、いただきます。うめっ。うわ濃厚。オリオンってなんかこうちょっと軽い感じがね売りなんですけど、それがさらに濃厚になった感じ。逆に言うとなんかオリオンらしさが減った気もしますけどね。でもかすかに後味はやっぱオリオンな感じですね。美味しい。肉に合うわ。最高のロケーション。はい、それでは今日買ってきたかりんとうですねと豆ブロッコリー、これちょっとおつまみにしたいなと思います。黒糖かりんとう。黒糖の匂いしますね。ちょっと小柄なかりんとうですね。美味しいんですかね。歯応えあって、黒糖うまいな。これは止まらなくなるな。
マーガリンと、黒糖いいっすね。やっぱ島に来たって感じします。それでは次は豆ぼっくり手作り奄美大島発。これも黒糖が使われてます。ピーナッツに黒糖です。いただきます。これですね。これ絶対うまいやつやん。ああ、これはうまいわ。ハイボールとかに合いそう。なんでハイボール今日買ってこんかってん。うまい豆ぼっくり。お土産にもいいっすねこれ。ちっちゃいからこうばらまき用にいいっすね。これちょっと僕見逃してましたけども、このエアストリームっていうねトレーラーみたいなんですね、この宿っていうのは。そもそものちょっとコンセプト、ね、ちゃんと分かってなかったんですけど、このエアストリームはアメリカで製造され、新車当時から40年以上が経過していますと。ヴィンテージトレーラー、アンティークトレーラー、クラシックトレーラーと呼ばれるトラベルトレーラーなんですね。キャンピングカーみたいなもんですかね。それを言ったら怒られそうな気がしますけどね。そこかしこに古びたように感じる箇所が見受けられるかもしれませんが、それがヴィンテージトレーラーの味なのですと。数台しか存在しないヴィンテージトレーラーをごゆっくりご堪能くださいと。なんとですね、プラネタリウムかなと思って取り出してみたらプロジェクターが入ってました。でこのプロジェクターをなんとですね、このバーベキューをしてた場所にホワイトボードがあることを発見しまして、ここで映せるんじゃないかなとちょっと思ってます。ちょっとやってみます。来たけど全然高さ違うな。どうやって高さですか？高さはなんか自分で調整するんですか？ピント合わせるときたー。もうちょい前か。モーリーチャンネル見れるんちゃうか。これで、あ、これか。これでいったか。なんか違うな。これか。これでいったか。来た。なんか違うな。こういうことじゃないんだけどな。これで動画見るしかないか。これでモーリーチャンネルがメンバーが揃ってるんで非常に対応も良かったですし、朝食も間違いなく美味しいということで非常にいいですね。すいません、まだ動画出せてないですけど、スイートだったりとか配らせていただきまして、その模様をねお届けしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。で昔はね、いろいろとアメニティとか充実して面白いチャンネルだな。最近はちょっとアメニティとかがボトルの大画面で見れるの最高やな。なんとですね、これジャグジーだったみたいですね。全然知らなかった。これ利用できるみたいなのでやってみたいと思います。ここ開けたらいいんですね。こんな感じでプールみたいになってるんですね。おお、すごい。40度のお湯出せる。でこれをあ、でもこっから出るんか。でどれなんやろ。あ、ここにやり方書いてましたね。ちょっとパネル違うな。コントロールパネルが違う。バブル、水流、もうなんとなく同じやから分かるか。お湯はこっからやっぱ入れるんか。これで入れたんやか。やり方が分からんな。違うな。うわ、ちょっとやらかしたか。これどうなってる？どうやって直す？やばい。やばい。何これ、エラーが出た。
よし、入り始めました。溜まりました。わあ、気持ちいい。水着ね着て入らないといけないですけど、気持ちいいですね。泡とかね、忘れるみたいな。おお、泡が出てきた。おはようございます。朝日綺麗ですね。結局今回の滞在はね、運がいいことにほとんど雨が降らなかったですね。でもね、勘違いしちゃいけないのが、奄美大島は雨の方が多いぐらいですからね。いやー、癒されますね。昨日ね、宿泊したところがあそこで、そこから振り返ると、もうすぐ海って最高ですね、本当に。ゆっくりね、朝日を眺めますか。人生最高の朝とはこういうことではないですか。優雅な気分のまま宿をチェックアウトして美味しいパンを食べに行きたいと思います。はい、晴れの日にやってまいりました。今からね、空港戻る前にちょっとね、朝ごはんということでパンを買いました。心晴れるパン日和、晴れるベーカリーということで楽しみです。めっちゃ美味しそうだね。パンがたくさんあります。すごいな、都会的なパンが、しかも結構値段リーズナブルですね。これ東京やったら300円超えますね。観光客の人におすすめとかあるんですか？結構やっぱり皆さんクリームパンをクリームパン見かけて出たんですけど、はい、クリームパンを買いに来ましたって言ってくださる方が多いですね。奄美群島の島ざらめを使った島ざらめデニッシュとか、あとは後ろにある奄美カレーっていうカレーフレークを使ってカレーパン、ああ、いいっすね。じゃあクリームパン1つと塩ざらめデニッシュ1つと奄美カレーパン。はい、それではですね、このクリームパンですね、一番人気というクリームパンいただいてます。これ奄美大島ですね。いやー、住めますね。こんなね、おしゃれなパンまで奄美にあると。いただきます。
甘さ控えめのクリームが入ってまして、なんていうの、不自然な甘さとかじゃないですね。もうなんか健康的な甘さなんで、非常になんか都会的で美味しいです。よし、奄美のザラメ使ったやつですね。うまそう、好きそう。あれですね、これ伊達に Google 評価 4.4 じゃないですね。めっちゃサクサクで、ザラメがうまい。ヘルシーな感じやん。ここのパンは本当にヘルシーな感じですね。カレーパンですね。甘みカレーを使ったカレーパン。ありがとうございます。ちょっとこれ開けてみましょうか。おお、こんな感じでカレーパンが入ってます。オリジナルのね、自家製カレーになります。いただきます。パンの歯ごたえもしっかりあるし、カレーもナチュラルテイストですね。でもちゃんと食べ応えもある。いいっすね。気に入りました。もう奄美に来たら毎回通う。入れます。コーヒー。コーヒーも美味しい。パンにめちゃくちゃ合うわ。それではね、レンタカーを返しにレンタカー屋さんに向かいたいと思います。レンタカーを返して送迎車で空港に向かいます。80歳で旅をしまってるというね、おじいさんに出会いましたけど、すごいですね。いやー、僕も80歳になっても旅しまくりたいですね。空港に戻ってまいりました。空港に戻ってくるとなんか天気が悪くなってる感じですね。晴れ男パワーもこれで終わりでしょうか。それでは JAL さんでチェックインをします。接触タッチパネルでね、これであっても触れずにお乗りください。はい、冬の奄美旅3泊4日ですね。あっという間に終わってしまいました。で、僕もね、さすがに冬の奄美って正直どこまで楽しめるのかなってね、ちょっと心配だったんですけども、終わってみればね、いや逆にですよ、いやなんで冬に奄美大島行かんのやと、それぐらいの魅力的な旅ができましたね。シュノーケリングもできたし、ホエールウォッチングはできるし、美味しいねお酒や料理も食べれるし、十分リゾート感を味わえるね、ゆったりとした滞在もできましたし、あと島唄だったりもなんかそうですしね、もう全然その関西、僕住んでますけど、関西にいては楽しめないことがもう本当にサクッと JAL さん伊丹奄美大島便を使って来ることで、マイナス3度だったんですよ。僕が住んでたとこはマイナス3度、雪降ってたのにもう半袖になれるぐらいの昼間はね、暖かさで最高でした。なんで行かないの？もうほんとそんな感じですよ。絶対行った方がいい。もちろんね、ちょっと今回天気恵まれすぎましたね。僕はちょっとね、晴れ男なんでね、もうしょうがないですけど、雨が降っても全然ね、シュノーケルも楽しめますし、飲み食いできますし、三味線みたいなこともね、体験したりとかもできますし、今回行かなかったですけど、夏に行ったね大島紬を見に行ったりとか、いろいろ魅力あります、奄美大島。僕も全然知らなかった。ぜひ皆さん奄美大島冬も行きましょう。むしろこれから冬も人気になってくる可能性出てくるんでね、今のうちに行きましょう、ね、行きたいと思ったら今のうちに行っとかないともう行けなくなるかもしれません。まだこう飛行機もね空いてるんでバナバだと思います。ありがとうございました。今回ね、私 JAL 公式のトラベルレポーターとしてお届けしましたけども、 JAL さんにもお世話になりましたし、今回ねライブショップのオッキーさんですね、オッキーさんにはもう本当にいろいろと手配していただきまして、本当に感謝しております。で、オッキーさんはね1日1組限定のシュノーケルとかもねやってくれるんで、絶対おすすめです。奄美大島に来ていろいろね楽しみたいんであれば、オッキーさんぜひ訪ねてください。ドローン撮影もしてくれます。あと三味線ですね、三味線教室もやっております。で、今後ねちょっとオフ旅なんかもねやりたいかなと思ってるんで、その時はオッキーさんいろいろお世話になりたいと思います。ぜひ奄美大島のお二人も
皆さん来てください。最後はね、お土産をいろいろ見て帰りましたね。焼酎とかね、買って帰ったらよかったなっていう。醤油とか、塩とかもね、ありますし、京阪もあります。いろんなお酒がありますね。次制覇できるかな。ありがとうございます。今回も奄美大島ありがとう。帰ります。お座席にお座りになり、シートベルトをお締めください。また、化粧室の使用はお控えください。皆様にご案内いたします。この飛行機は間もなく離陸いたします。さあ最高だったね奄美大島の旅も終わりになります。もうすでにねまたリピートしたいと思ってますよ。最高でした。飲み物いかがでしょうか。スカイタイム、桃のアレルギーございませんか。かしこまりました。失礼いたします。桃とぶどうのスカイタイムでございます。このスカイタイムとねスープはもう定番で頼んじゃいますね。これが美味しいんですよ。すっきりする。いやー体力使う旅だったけど快適に帰れてますね。ありがたい。はい、JAL に乗ってね奄美大島から伊丹空港帰ってきましたけども、いやーすごい快適ですね。やっぱりこう日本屈指のというか日本最高峰のねフラッグシップキャリアだけあってめちゃくちゃ快適に旅することができました。いや本当疲れゼロですね。いやーそれにしてもねめちゃくちゃ寒いです。あのままね奄美大島にいたかったぐらいまだ寒いですね。さっき疲れゼロって言いましたけどさすがのね JAL さんでもカロリーゼロにはできないんでちょっとね奄美大島で食べ過ぎましたのでダイエット頑張りたいと思います。いや非常に楽しい旅でした。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。奄美大島夏に引き続いてね冬に旅行するとどうなるのかということで行ってきましたが、いや行ってみれば本当に最高でしたね。なんで冬に奄美大島行かないのっていうぐらい素晴らしい体験ができました。期間限定のホエールウォッチング、そして1月から2月が見どころの桜、透明度が高すぎるシュノーケリング、そしていつもはなかなか入れない人気店にも入ることができます。これだけね充実しているにもかかわらず飛行機だったりねホテルだったりとかは結構リーズナブルということでこれは行かない手はないでしょうということでねぜひ冬の奄美大島検討いただければなと思います。ぜひ JAL さんに乗って奄美大島に行きましょう。長時間の動画見ていただき本当にありがとうございました。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気の気流リュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。こんな感じでねモーリーチャンネルでは旅の動画だったりとか旅の知識の動画をアップしていきます。旅貯金チャンネルでは節約だったり投資だったり旅貯金を貯めるための知識をお届けいたします。そして自分で稼いでいきたいんだという方は成長チャンネルで旅の稼ぎ方を、僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。